こんにちは。今回はフリーキャドでオブジェクトをメタリックに見せる方法を解説します。実用性があるかと言われると何とも言えませんが、強いて言えばロマンですね。金属的な部品を見せる時の参考になるかもしれません。当動画では 3D ビュー上のオブジェクトを簡易的にメタリックにする方法の紹介です。もっとリアルな方法に関しては以前作成した動画フリーキャドフォトリアルレンダーを体験で紹介しています。ラジオシティなどもっとリアルな表現の解説を行っておりますので、概要欄リンクをご覧ください。さて、実はこの動画を作り終わった後に気づいたのですが、フリーキャド 1.1RC 版以降では標準機能としてメタリック表示に対応しています。それに気づかず当動画ではわざわざ Python マクロを作成してしまいました。いろいろ迷ったのですが、せっかく時間かけて動画作ったので公開することにします。マクロは概要欄にリンクを貼っておきますので、そこからダウンロードしてください。フリーキャド標準機能では全てのオブジェクトに同じテクスチャを貼り付けることしかできません。当動画のマクロはオブジェクトごとにテクスチャを貼り付けることができます。またマテリアルパラメータでスライダーバーを使ってリアルタイムに質感を調整確認できるのが強みですと強がって説明しておきます。まあ正直言って標準機能で使えるのに気づいてかなり幻滅したわけですが、気を取り直して話を進めます。 Python マクロを使ってますが、プログラミングの知識は必要ありません。ただしバグはあると思いますので、ご利用は自己責任でお願いします。ツールの細かい使い方は readme.txt をご参照ください。当動画では自作のマクロツールを使ってなぜメタリックに見えるのか、仕組みや質感を変える方法などを解説します。説明が早すぎる部分は一時停止しながらご覧ください。それでは始めましょう。まずはマクロのインストール方法とデータの準備について解説します。フリーキャドで新規ドキュメントを作成してください。続いてメニューのマクロをクリックします。マクロの実行画面が開きます。画面の下にユーザーマクロの保存先という項目があります。ここに記載しているフォルダに動画概要欄からダウンロードしたマクロファイルを保存してください。ダイアログを開き直すとマクロがダイアログのリストに表示されます。ではこのマクロを選択して実行ボタンをクリックしてください。メタリック化ツールというダイアログが開きます。これが今回作ったオブジェクトをメタリックにするツールです。マクロのインストールと起動方法は以上です。ツールを使う前に風景画像を用意してください。おすすめはポリーヘイブンなどのサイトです。ここで選ぶ画像がそのままモデルの表面に映り込みます。室内、屋外、スタジオ照明など金属の質感はこの環境画像選びで決まると言っても過言ではありません。ここではこんな風景画像を使うことにします。青空と草原の風景。空の青と草原のコントラストが鏡のように磨き上げられたクロームメッキに最適です。明るい木造の屋内。明るく暖かい木の色が映り込むことで高級感のあるゴールドを表現できます。工場内部の風景。グレー基調の複雑な室内画像は機械部品らしいシルバーの質感を生みます。適当なフォルダに PNG か JPEG 画像として保存してください。ではまずはオブジェクトを用意しましょう。サンプルとして球体を追加してください。モデルツリーに追加されたら球体を選択してください。ツール画面のアタッチボタンを謳歌してください。対象が球体と表示されてアタッチしましたというメッセージが表示されます。これで球体がツールの操作対象オブジェクトとなりました。ひとまず事前準備は完了です。さてツールの画面に5つの光の要素を設定するスライダーバーが存在します。フリーキャドの標準的な見た目はこれら5つのパラメータの組み合わせで決まります。まずはディフユーズ拡散反射です。これは物体の色そのものを設定する項目です。ディフユーズのスライダーバーを動かすと光の反射の強弱で明るくなったり暗くなったりします。実際の色自体はレッド、グリーン、ブルーのスライダーバーをいじることで色味を変更できます。ディフユーズの原理はシンプルで光の方向と面の向き、光線が一致するほど明るくなります。
まさに光が当たっている部分の色を表す項目ですね。次に光沢を司るスペキュラー表面反射とシャイニネス光沢度です。これらはセットで扱う項目です。スペキュラーは跳ね返る光の強さです。ディフューズは表面の色でしたが、スペキュラーは表面のテカリです。またシャイニネスは例えるなら表面の磨き込み具合です。値を高くするほど表面が鏡面仕上げに近づき、ハイライトが鋭く小さくなります。逆に値を下げると表面が荒れたヤスリのように光が拡散して全体が白っぽくぼんやりと広がります。最後にアンビエント環境光とエミッシブ自己発光です。アンビエントは周囲の散乱光を簡略的に表現するための項目です。真っ暗になって見えなくならないように物体全体へ均一な明るさを足す役割として働きます。一方エミッシブは物体そのものが光っているように見せるための項目です。本来は自発光を表す成分ですが、現行のフリーキャドの 3D ビューでは拡散光や影の計算を行わないため、結果としてアンビエントと非常に似た効果になります。どちらも影の色を底上げして形状を真っ黒に潰さないための補正値として使いましょう。エミッシブはオープン GL のマテリアル項目を踏襲した名残で、実質的にはアンビエントと似た効果で明るさを追加する成分として扱われます。さて、マテリアルのパラメータをいくら調整してもメタリックには見えません。なぜでしょうか？メタリックな金属は自分自身の色ではなく周囲の世界を映しているからです。ここで登場するのがスフィアマッピングです。これは一般的なテクスチャのようにオブジェクトにシールを貼るようなイメージではありません。カメラからの視線がモデルに当たって跳ね返ったその先にある景色の画素をリアルタイムでストックして貼り付けます。より正確に言うと、実際にシーンを反射計算しているわけではなく、あらかじめ用意した1枚の画像を反射方向に応じて参照しているだけの簡易的な仕組みです。数学的には非常に軽量な処理なのですが、視点を変えるたびに映り込みが動くため、人間の脳は見た目上反射だと認識します。では試しにオブジェクトへ画像を貼り付けてみましょう。あらかじめ用意していた背景画像を読み込んでみましょう。画像ファイル選択ボタンをクリックしてください。どの画像でも構いませんので開いてください。いかがでしょうか？球体にテクスチャが貼り付いたと思います。なんとなくメタリックに見えませんか？実を言うと球体はメタリック表現にはあまり向かない形状です。ということで球体ではなく円柱型に変更します。細かい原理の説明は避けますが、球体は理論上は反射を正確に再現できる形です。ですが球体の端の方は解像度が足りなくなって画像が引き伸ばされたりぼやけたりします。また頂点付近では渦巻きのように画像が歪んで表示されます。スフィアマッピングは非常に簡易的に映り込みを表現する手法ですので、粗さがすると不自然なところがいろいろあります。ただしパッと見金属っぽく見せることができるので、見た目だけであれば必要十分な効果を発揮できると言っていい仕組みだと思います。では次はテクスチャや光の加減を調整して質感を高めてみましょう。まずはクロームっぽい質感にしてみます。テクスチャは青空と草原の写真を使ってみます。クロームはクリアでコントラストが高い鏡のような反射です。スペキュラーとシャイニネスは最大値で反射を強調します。アンビエントは基本的には最低限に抑えてあくまで反射によるテカリを強調します。ディフューズも拡散反射ではなく鏡のような反射のため低めに設定します。ただ反射によるテカリは強くなりますが、全体的に暗くなってしまいますので、ある程度ディフューズを強くするなど微調整してみてください。クロームのような反射ではありませんが、あえてエミシブを設定して全体的にテカっているようにするのもありかもしれません。この辺は実際に調整しながらちょうど良い値を探ってみてください。次にシルバーっぽい質感にしてみます。テクスチャは工場内部の写真を使ってみます。シルバーは光沢が低めなので、スペキュラーやシャイニネスは低めに設定します。アンビエントは工場内の均一な光を取り入れるように若干高めな設定にします。ディフューズは拡散を残す感じで高めの値に設定します。
あとはテカリを低く全体的にマットな感じになるように微調整してみてください。最後にゴールドっぽい質感に設定してみましょう。ここでは明るい木造屋内の写真をテクスチャとします。反射が強い金属ですのでスペキュラーとシャイニネスを高い値にします。室内で暖かい色の屋内写真なのでアンビエントは若干低めにします。金属は拡散反射が少ないのでディフユーズは低めが良いです。ディフユーズが高すぎるとマット、非金属な質感になってしまいますのでいろいろ調整してみてください。さらにゴールドに近づけるならレッド、グリーンを強くブルーを抑えるなど色味もいじってみてください。さていかがでしたでしょうか。使用するテクスチャによって大きく雰囲気が変わりますのでいろいろなテクスチャで試してみてください。さてフリーキャド 1.1 でメタリック表示が可能になりましたので簡単に解説します。メニューの表示テクスチャーマッピングを選択してください。タスク画面にテクスチャという項目が表示されます。ではテクスチャファイル選択用のオープンダイアログボタンをクリックしてください。テクスチャにしたい画像ファイルを選択してください。オブジェクトすべてに同じテクスチャが適用されました。さてそれでは環境チェックボックスをチェックしてみてください。はい、メタリック表示されています。フリーキャド 1.1 では内部の描画パイプラインが更新されていて環境マッピングの見え方が以前より安定しています。あくまで動画主の推測ですが内部的にはピクセルシェーダベースの描画処理に置き換えられている可能性が高いと予想しています。ではそれに対抗して今回のマクロで適用したオブジェクトを見てみましょう。当動画のマクロではかなり単純な処理しか行っていないのですが見た目ほとんど変わりませんね。さらにオブジェクト個別にテクスチャを変更できてマテリアル情報もリアルタイムで変更できます。スフィアマップの処理こそ簡易的なものですが見た目はほとんど変わりません。なんとかこのマクロツールの存在意義を保てたと思いたいところです。以上フリーキャド 1.1 の最新版のメタリック表示方法と当動画のマクロとの比較でした。このようにフリーキャドでも理屈さえ分かれば様々な質感を表現できます。質感の調整は実際にいじって調整してみるのが一番分かりやすいと思います。そういう意味では今回のメタリック化ツールは実際に値を調整しながら質感を確認できますのでいろいろ試せるのではないでしょうか。実は質感という意味ではもっと凝ったこともできます。表面の凹凸やざらつき、さらには影を適用することもやろうと思えば多分できます。ただしコーディングするのが面倒なので動画主の気力があるかどうか次第です。とりあえず今回はメタリックにすることが目的でしたので最低限は実現できたのではないでしょうか。今一度念押しで言いますがツールを使う際はあくまで自己責任でご利用ください。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。